皆さんこんにちは、石野りのです。はい、ということでですね、今回は私りのの個人企画ということで何をするかと言いますと、これがね、世の中に解き放たれている時期が多分10月だと思うので、私の大好きな秋服を私服ですね、ご紹介させていただきたいと思います。イエーイ。はい、何個かルックを紹介していくんですけど、その中でも皆さんからいただいた質問にも答えていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速1コーデ目紹介していきたいと思います。1コーデ目はこちら、じゃじゃーん。はい、こんな感じです。もう本当に私が絶対に秋するであろう服コーデです。じゃん、イエーイ。はい、ポイントといたしましてはですね、私なんといってもジャケットが大好きなんですね。こういった形のこのちゃんとこの肩パッドが入ってて、こう肩幅がこうちゃんと見える形も好きですし、こう女性らしく着れるジャケットも好きなんですけど、今回は下がちょっとねカジュアル系の短パンと合わせてみました。ということでですね、これが実はストライプみたいになっててすごく可愛いのと、あと全体的に秋シーズンになると私はブラウンがなぜかね目についてしまうんですよ。それで今回はここに書いてあるねゴリラさんも、ブラウンですし、このジャケットもブラウンですし、ティンバーもブラウンですし、この靴下もブラウンということで、ちょっと統一感をブラウンカラーに合わせてコーデを組んでみました。どうでしょうか。私パーソナルカラーがオータムミュートということで、もうイエベ秋大優勝の季節ではないでしょうかと思います。はい、ということで質問にもお答えしていきます。ありきたりな洋服から抜け出す異種な個性の出し方を教えてほしいです。質問ありがとうございます。はい、なんだろう、私も知りたいでも本当に個性の出し方っていろんなところで出せると思うんですけど、例えばいつもこうじゃあジャケットを自分のジャストサイズで買ってるとしたら、いつもよりもじゃあそのジャストサイズの1サイズ2サイズ上げて大きめのジャケット買ってみるとかね、今日の私みたいにこれはもともとそのオーバーサイズで作られているジャケットなんですけど、こういった感じで着てみると意外になんかこう中はこうストリート系の格好なんですけど、こういうオーバージャケットを羽織ることによって合わないのかなって思うところでもあったり、なんかこういう格好が私は好きなので合わせたりしていますね。あとはいっぱいあると思うんだけど、例えばドレスっぽいものとストリートを掛け合わせてみたりとか、こう対極にいるところが意外にあったりするんですよ。だからそういったところで個性を出せると思うので、ぜひ挑戦してみてください。私も挑戦します。でも本当にファッションって正解ないので、好きなものはたくさん取り入れてってほしいなって思います。秋とか冬とかだとアウターがあるので、すごくアウター1枚ですごく印象が変わるなっていうふうに思うので、ぜひ今季秋冬は皆さんが挑戦したことないサイズだったりとか、挑戦したことないカラー、挑戦したことない組み合わせで、意外に合うな、これ私の出せる個性かもっていうのを見つけていってくれたらいいなっていうふうに思います。じゃあ次のルックにレッツゴー。はい、ということで続いてのコーデはこちらです。じゃーん。全然なんかこうさっきと雰囲気が違う。サングラスなんかかけちゃって、なんか今ここの佇まい、あれハンターって思われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、全身はこんな感じです。じゃじゃーん。はい、かわいい。私このジャケットすごく愛用しておりまして、そしてこのネクタイも愛用しております。こちらのジャケットは My Mother、 母からのお下がりで、こちらは My
father 父からのお下がりです。ということでですね、ファミリーコーデですね。これはかわいい。こういうさっきこの私ワンルック目でこのかなりオーバーめのブラウンのジャケットを着てたと思うんですけど、ブラウンはブラウンのジャケットでもまたこちらはねちょっと違くて、これはどちらかというとこう女性らしいラインが見える作りになっているので、ピチッとしたパンツに合わせたりとか、あとはスカートでも可愛いと思いますし、ダボっとしたものよりかはピチッとしたラインが見える方がすごく女性らしくて、私は可愛いなっていうふうに思います。これはね肩パッドとかはそんなに入ってないんですけど、すごく全体的にこうフィットしてくれるのですごくお気に入りのものです。母親から譲り受けたものですね。やっぱファッションってこうブームが来たりするので、かなり私のうちにもこれ以外にもお母さんから譲り受けた靴だったりとか、お父さんから譲り受けたネクタイ、どんだけネクタイあんねんみたいな感じなんですけど、譲り受けたネクタイ、あとパーカーとかいろいろそのお下がり、親からのお下がりもかなり多いので、おじいちゃんとかね、そうこのネックレス、これ私のおじいちゃんからもらいました。本当にファミリーコーデです。私のおじいちゃん覚えてますか皆さん。プデュでね爆発しろって言ってくれたおじいちゃんです。はい、おじいちゃんがくれました。なので本当にファミリーコーデですね。いいね、かわいいわ。ちょっと普段でもこんな感じにしてるかな。でこう寒かったらねこうやってやってもいいし、暑かったらねちょっとお腹見えるよっていう感じ、ちょっと女性らしさが出てる。やっぱさっきのルックとはまた違った素敵さが出てるんじゃないでしょうか。ということで今回のルックはこんな感じでした。ずっとサングラスかけててすいません、お気に入りなので。これもねめちゃめちゃ見たことある方多いんじゃないかな。私のインスタほぼこれサングラス持ってるんですけどたくさん、この形が好きすぎて、このジェントルモンスターので、これカスタムでつけられるやつ、日本に売ってなかった時にわざわざお姉ちゃんに頼んで韓国で買ってきてもらいました。お姉ちゃんありがとうという意味でファミリーコーデです。はい、ということで質問に答えていきたいと思います。コーデを組むのに時間がかかります。どうやったらすぐ決められますかということなんですけど、わかります。私もすごく時間かかります。そして私はね MBTI J なんですけど、なので前日じゃあ友達と明日ご飯食べに行くよってなったら前日のうちから大体は決めとくんですけど、当日になりましたってなっていざ来てみたら全然合わない時とかあるの。みたいな、違うそうじゃない、こういう感じで着たいじゃないって思う時めちゃめちゃあるんですけど、でもそんな中でもやっぱ限られた時間の中ですぐコーデ組めるのは、一番早いなって思うのはまず着たいものを1着決める。例えば今回の私のルックで言ったらこのジャケット着たいってなったら、じゃあこれを主役にしてどう見せるかっていうのを考えたらいいと思います。あとは本当に調べるです。コーデのレパートリーが自分の中でないなと思ったら、このジャケット、ブラウンジャケットアウトフィットって調べたらザーって出てくるので、それでぜひ見てみてください。そして例えばこういうネクタイコーデにしたいと思ったらタイアウトフィットとか、このカラーブラックタイアウトフィットとか、ぜひ調べてみたらたくさん出てくると思いますので。そしてね私的にはアクセサリーすごく重要だと思っていて、こういうアイウェアだったりとかピアスだったりとかネックレスとか指輪とかブレスレットとか、夏とかだったらブレスレット半袖着るのでよく見えると思うんですけど、冬場だったらそれこそ帽子とか、あとネックレスとか、私はジャラジャラしてればしてるほど可愛いと思う人なので、ぜひなんかちょっと寂しいな、なんか黒のただの T シャツで寂しいなと思った方はぜひジャラジャラアクセサリーをつけてみてください。したら可愛いかもってなるかもしれないので、ぜひつけてみてください。ということで
次のコーデレッツゴー。はい、ということで続いてのルックはこちらです。じゃーん、かわいい。こんな感じです。はい、ということでですね、デニムのコーディネートです。じゃーん、かわいいですよね。私は今回このジージャンをメインにしたくて、でどうしようかすごい迷ったんですけど、バギージーンズに合わせてみようと思ってバギージーンズに合わせました。はい、かわいい。こんなねダボダボなパンツ可愛くないですか？私ダボダボ大好きなので、これぐらいダボってるパンツめちゃめちゃ好きなんですけど、これブランドさんはちょっと違うんですけれども、こういった感じでなんかこうたまたまこうデニムの色ががっちり揃った時にセットアップっぽく見えるかもと思って選んだりするので、皆さんもねぜひ選ぶ時色味もなんかもともと持ってるものと買うものでちょっとこれコーディネート組めるなっていうのをいろいろお店の中でこう詮索しながら考えてみると、たくさんのコーディネートが生まれると思います。黒で締めることですごく良くなりました。可愛いでしょ。そう、これこうやってパンツを見せるのが私すごい好きで、カルバン・クラインとかもそういう見せる用のこういうやつとかもあるじゃないですか。なんですけど私はちゃんと見せたいので、デニムとへその間にこう見せるみたいな、こういう感じで履くのが大好きです。ちょっとねいろんなブランドのやつを揃えたいなっていうふうに思ってます。今回のルックはこんな感じでした。どうですか？可愛くない？可愛いよね。知ってる。じゃあ質問に行きますよ。自分に似合う服の系統が分からなくて挑戦できません。わかります。私も最初系統迷ってました。だけど私が好きなのは海外ガールがすごい好きで、特に LA スタイルがすごく好きなんですけど、なんだろうね、なんでだろう、なんでそう思ったのか分かんないんですけど、なんかとりあえず私は最近っていうかファッション好きだなって思い始めた時に、なんかとりあえずアクセサリーここら辺にジャラジャラとか指輪もめっちゃジャラジャラっていうのがすごい好きで、なんかそういうなんかアウトフィットを調べてた時にその LA のコーデだったりとか、なんか LA のそのスタイルがすごく私的にはいろんなコーデが可愛い可愛い可愛いって思ったので、そこでいつも例えばコーデの参考にする時とかはおすすめの調べ方があって、コーデ調べる時に日本語で調べるとあんまりその海外のアウトフィット出てこないんですよ。だからこう検索アプリとかで使って調べる時は、例えばこういうジージャンとかだったらジージャンを英語にしてジージャンアウトフィットとかハーフパンツアウトフィットとか調べると、海外の女の子たちの女の子に限らずですけど、メンズだったらそこにプラスメンズって打てば、そういうその海外の方々のすごいファッションがすごく流れてくるので、もし海外系の人を参考にしたいと思う方は日本語で打たずに英語で調べてみてください。韓国のファッションが好きな方は多分韓国語で打った方がたくさん出てきます。日本のファッションが好きな方は日本語で打った方がたくさん出てきます答えになってたかな。服の系統はでも私も最初は迷ってたので、いろんな系統挑戦してみて、こういう系統なんて言うんだろうっていうので探してみて、いずれ結局見つかると思いますので、それまでぜひいろんなファッションを楽しんでみてください。ということで続いてのコーデにレッツゴー。ということで最後のルックはこちらです。じゃーん。はい、またジャケットって思わないでくださいジャケットが好きなんです。でもすごいさっきと今回ルック4つやったうちの、3つこれ入れてるジャケットなんですけど、
今回3タイプともそれぞれちょっと違ったジャケットで、今回はダブルのジャケットを羽織ってみました。どうですか？今までのコーデはちょっとかっこいい LA スタイルだったりとか、ちょっと女性らしさが出たものだったりとかもあったと思うんですけど、今回はガーリーなリノちゃんということで、ちょっと甘辛な感じにしてみました。じゃーん。このスカートもだんだんっていう感じで可愛いです。どう？可愛くない？可愛いよね。そしてギリギリまでキャップかベレー帽かで迷ったんですけど、ベレー帽にしてみました。多分私がベレー帽かぶってる印象ないと思うんですけど、ベレー帽好きです。なのでかぶってみました。これにこうメガネとかしても可愛いかも。なんかこういうべっ甲っぽいやつとか。この形のメガネめっちゃ今欲しいの。ちょっと買ったらまた言いますね。こんな感じでちょっとアクセサリーはゴールドで統一してみました。可愛くない？ちょっとさっきのと雰囲気が違くて、靴も低めにして合うようにしてみました。可愛い。こう甘すぎないコーデがいいですね。でもさっきの今までの私のコーデがちょっと強い girl って感じだったので、今回はちょっと守られちゃうぞっていう感じのコンセプトに考えてみました。ぜひコメント欄にこのコーデ好き、このコーデ好きっていうのを書いてください。お願いします。ということで最後の質問を答えていきたいと思います。いつも全身真っ黒になっちゃう。ウィーン。わかります全部私質問に分かりますって答えてる気がする。でも本当に寄せてくれてる質問全部見てるんですけど、本当に私も1回は分かるって共感したことあることばっかりで、どうやってそれを脱出したかっていうと、いつも全身真っ黒になっちゃうっていうのもめっちゃ分かるくて、私も黒大好きなんですよ。でも全身真っ黒になっちゃうのは別に全然ダメなことではないと思うんですけど、私全身真っ黒大好きだし、だけどなんか全身真っ黒でちょっとなんかこう物足りないなとか、なんかちょっとおしゃれに見えないなっていう時は、何か一つカラーを取り入れてみる。靴だったりとかカバンだったりとか帽子でもいいし、なんかそうすることによってそのカラーついたアイテムがすごくいい味を出してくれるんですよ。だから真っ黒のコーデに真っ赤なシューズを履いてみるとか、真っ黒のコーデにピンクの帽子かぶってみるとか、そういったコーデでもすごく可愛いと思うので、ぜひ取り入れてほしいなって思いますし、さっきも言ったんですけど、シンプルめ真っ黒コーデ、例えば黒 T に黒パンツとかでちょっとシンプルすぎる、なんかちょっと物足りないウィーンっていう時はアクセサリー、もうアクセサリーがあればもう可愛いと思います。私はこうやってジャラジャラしてみたり、こうやってジャラジャラしてみたり、あとアイウェアかけてみたり、まあそれがね、じゃあ日が出てない時どうするんやいっていう時はメガネかけてください。サングラスでもいいし、暗くてもサングラスかけてる人もいます。私もかけてます。なのでぜひアイウェアもつけてみてほしいし、帽子とかね、こういう小物から取り入れるのもすごくいいと思いますので、ぜひ皆さん真っ黒、全身真っ黒になって嫌だなっていう人は小物をいろいろ取り入れてみるか、何か一つ派手な色付きのものを身につけてみる。ぜひ試してみてください。したら意外に色物取り入れても悪くないんだっていうところからたくさんの挑戦ができると思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ということで私の秋服大公開スペシャルでした。いかがでしたでしょうか。途中ね、リボンが送ってくれた質問にもお答えしたんですけど、たくさんアドバイスできてたらいいなっていうふうに思います。そしてね、私が今回私服でご紹介したんですけれども、ぜひ皆さんお気に入りのルックがあったら真似してみてほしいなって思いますし、ファッションは正解ないので、ぜひたくさんのことに挑戦してみてほしいなっていうふうに思います。私は秋冬大好きなので、これからたくさん洋服を買いたいと思います。
りのちゃんの私服大好きって言ってくれるリボンのみんながいるので、SNS だったりとか、ブログとかでもたくさん載せていこうかなっていうふうに思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。よかったと思ったら高評価ちょっとこれやらせてね。一種のみんなめっちゃおしゃれだよねって思ったらチャンネル登録、これと全く同じルック挑戦してみたいよって思った方、コメントお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。以上、りのでした。バイビョーン。